不動産屋さんの階段です。さて5月の18、19でまた私と妹と社長の3人で緑風荘に行ってきました。今回は写真はもちろん動画でも不思議なオーブのようなものが映りましたので、後ほどお見せいたします。緑風荘に着きました。さて緑風荘に来るのはちょうど14年ぶりで、新家屋になってからは初めてでしたが、座敷わらしたちからは思いのほか歓迎されていたようです。まずは部屋に荷物を置いてから早速座敷わらしが出るという円珠の間に入ってみました。現在は円珠の間は24時間いつでも入ることができる亀丸ちゃんに会える部屋として宿泊客に公開されています。私は座敷わらしたちの気を引こうと思い、動くワンちゃんの人形を使ってみました。すると肉眼ではわからないのですが、写真を撮るとワンちゃんの後ろに白い不思議な球体が写っていました。拡大して見てみるとこんな感じです。そうこうしているうちに部屋中に不思議なものが現れ出しました。埃や湿気がこういうふうに映るという人もいますが、部屋は清潔で私と妹しか部屋にはいなく、座って撮っていました。これは妹が撮った写真なんですが、埃でこんなふうに映るんですかね。拡大するとこんな感じです。これは社長が撮った写真なんですが、何かが中央で動いているのを捉えた感じですね。左手前のちょっと霞んでるのは、これはたまたま何かが映り込んだだけで関係ないです。これは妹が撮った写真ですが、矢印のところを拡大してみると、オーブらしきものの中に顔のようなものが見えませんか？たまたまかもしれませんが、おもちゃの人形の顔のように見えるんですが、これも妹の写真なんですが、次の日の朝に撮ったものです。矢印のところを拡大してみると、やっぱりオーブらしきものに見えるんですが、これは床の間の向かい側の壁を社長が撮ったものですが、右上の発光体を拡大してみたらこんな感じです。これも妹が撮った正面玄関入ってすぐのところです。右上に大きな明るいものがあります。よく見ると赤い羽がついた尻尾みたいなのがついてませんか？これは私が受付前を撮ったものなんですが、奥の右上に何かあります。矢印で示したところがそれなんですが、なんかエメラルドグリーンかブルーのような色がついてるんですよね。これは社長の写真ですが、温泉入り口にも不思議な発光体が見えます。拡大するとなんか顔みたいに見えます。温泉の脱衣所ではパキパキというようなラップ音がしました。これは昼間に円珠の間の縁側を外から撮ったのですが、夜になるとどうやら座敷わらしの精霊たちが集まってくるようですね。この矢印を示したのだけ拡大してみました。円珠の間の縁側でもありますが、この中庭に亀丸神社があるんですよね。これが昼間の亀丸神社です。亀丸神社の隣にあるのはお稲荷さんです。薄暗くなってきました。深夜11時ぐらいに私たちは写真を撮りに行きました。これは社長が私と妹を後ろから撮ったものですが、もうすでに何かが右上に出ていますよね。今からお見せする写真のために、この写真をよく覚えておいてくださいね。まず最初は妹の撮った写真なんですが、右下の白いものはレンズの汚れではないんですよね。最初は何かがフラッシュに反射してるのかなと思ったそうなんですが、左上の一番明るいものをまず拡大してみました。
お月様ではない何か不思議なものですよね。この下の小さい方は中に何かの模様が見えます。これは私が撮った写真なんですが、鳥居の足元に白い光ったものがありますよね。最初はそこに反射する何かがあるのかと思ったんですが、この白い発光体を拡大して見てみるとこんな感じです。これも私が撮った写真なんですが、右側に白い不思議な玉があります。矢印のがそれなんですが、光源になるものや反射するものは何もなかったんです。拡大して見てみると、私にはまた顔のように見えますが、何に見えます？これらの光る玉の写真と最初の夜の神社の写真を見比べれば、そこには反射するものや明かりがなかったことがわかります。ところで今回はなぜか円樹の間より妹の部屋で一番たくさんオーブらしきものが写ったんですよね。しばらくは写真には何も写りませんでしたが、そのうちパキパキっと家鳴りがしだし、突然オーブが映るようになったと妹は言っていました。この写真は私が妹の部屋で撮ったものです。私もワンちゃんの人形を使ってわらしちゃんたちを呼んでみました。するとワンちゃんの後ろにほらほら現れ出しましたよ。そして少しずつだんだん映るようになっていきました。そして濃いオーブが映るようになり、色のついたものまで映るようになりました。拡大したものがこれですが、金色に光ってますよね。そうこうしているうちに、ついに雪あられのように現れてくれました。冒頭でも話しましたが、妹は今回スマホの動画でもオーブらしきものを映すことに成功しましたので、よく目を凝らしてご覧ください。スマホの動画は表示用に変換されるので、編集とは違うたまに画面が手ぶれのようになりますが、ご了承ください。いかがでしたか？見えましたか？部屋は塵一つなく清潔で、もちろん虫なんかいません。肌寒い日でしたので窓は閉めていました。カメマロちゃんたちが私たちに会いに出てきてくれたと信じたいですね。ちなみに前回の座敷わらしの配信のような妹に腹痛は起きませんでした。他にもたくさんオーブらしきものが映りましたが、今回はその一部だけを紹介しました。いずれにしろ不思議な神秘的なお宿でした。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。